はい、皆さん、クローバーズ、チーフ、違うわ、クローバーズ、クローバーズスタジオヘッド、チーフゲームデザイナーの神谷秀樹です。よろしくお願いします。イエーイ。ね、職を得ましたからね、僕。というわけで、これちゃんと前回映ってたかな。クローバーズってことでやっていきたいと思います。じゃあ質問早速いきましょうか。これプラチナやめたとか関係なしに、これいろんなところで言ってたと思うんですけど、僕のゲームは全部ユニバース一緒ですから、神谷バースですから。ここでベヨネッタとデビルについて言及してますけど、僕の中ではビューティフルジョーもオオカミもザ・ワンダフル101もユニバース一緒なんですよ。つながってるユニバースだということで、皆さん妄想をいろいろ広げてくれたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ次ですね。ベヨネッタとかジャンヌのインスピレーション、この質問の答えになるか分かんないんですけど、これベヨネッタ1の質問かなと思うんですけど、ベヨネッタ1でまずベヨネッタっていうキャラクターを考えました。現代に蘇った魔女でめちゃくちゃイケててめちゃくちゃ強いっていう、で天使と戦うっていう設定をまず考えました。でそういうゲームを作ろうってなって、そこに物語も必要なので、最初にどういうストーリーにしようかっていうことよりも、どんなキャラクターたちが登場したら楽しいんだろうなっていうことを考えて、それで風めちゃくちゃ強いなてかもう手が寒くて、どこまで喋ったっけ。そうまずどんなストーリーにしようかっていうことの前に、ベヨネッタっていうキャラクターが他のどんな人物たちと絡んだら面白い物語が生まれるんだろうなっていうことを考えて、それでキャラクターを用意していきました。例えばここにも出ているジャンヌは最強の魔女っていうのを登場させるんだったら、やっぱりそのライバルになるような同じ力を持ってる、仲間なのか敵なのかっていうようなミステリアスなキャラクターが出てきたりしたら、でそこで絡んだら楽しいんじゃないかっていうことでジャンヌを考えました。ルカは女性であるベヨネッタに対して何でしょうね、軽くあしられる、ルックスはいいんだけどドジでどこか可愛くてみたいな、それがベヨネッタに翻弄されたりしてると楽しいんじゃないかなっていうので、ルカっていうキャラクターを考えました。あとセレッサですね。小さいセレッサも大人のベヨネッタっていう女性が小さい子供に振り回されたりするのって面白いんじゃないかなっていうので、セレッサっていうキャラクターを思いついて、そこからはあとは今言ったキャラクターたちがメインのストーリーに関わってくるキャラクターたちなんですけど、その周りにベヨネッタと愉快な仲間たち、どんなのがいたら楽しいだろうなっていうふうに考えて、それで武器を融通してくれる屈強なロダンっていうキャラクターであったりとか、ベヨネッタたちに取り入って情報を提供してくれるようなちょっとコスずるいやつ、おっさんっていうのでエンツォっていうキャラクターを設定したりとか、そんな風にしてベヨネッタのキャラクターたち、世界観っていうのを作っていって、そこから物語を考えていったと、そんな順番で考えましたかね。僕が大体ゲーム考える時ってそんな順番で考えてるんじゃないかなと思います。次、新しいゲームを作る時にプレッシャーを感じるか。基本的には僕ね、プレッシャーあんまり感じないんですよね。プレッシャーは感じないな。なんかこう会社で仕事してる一員としてディレクターっていう立場で作る以上、ちゃんと完成させないと会社も困るし、一緒に仕事してる仲間たちも困るしとかいうことは考えますかね。怒られるしとか一応考えてんだよ、そういうこと俺。なんだけどユーザーに対するプレッシャーっていうのは幸いあまり感じなかったですかね。っていうのはやっぱり作ってる時に迷走もするんですけど、基本的には前回も答えた通り周りに優秀な仲間たちがいて助けてくれるし、おかげで仕事してるのもすごく楽しいし、彼らが仕上げてくるモデリングだったりアニメーションだったりエフェクトだったり効果音だったりとか、アウトプットされて実際触れるものだったりとか、ものすごく品質が高くて開発の日々ってすごく楽しいので、プレッシャーというよりは楽しいっていうことの方が多いですかね。ただ主にベヨネッタの時ですかね。ベヨネッタっていう作品はオリジナルで作ったんですけど、2、3っていう風に作っていく時にもうすでにシリーズの固定のファンっていうのがいるので、そういう人たちの独特の期待感ってあると思うんですよ。続編はこういう風になるはずだとか、ここまでやってくれるはずだっていうような、そういうのにも応えなきゃいけないっていうことがプレッシャーということとはちょっと違うと思うんですけど、難しいなっていう、ちょっと言葉にするの難しいんですけど、何か難しさっていうの
感じるようには最近なってきましたかね。特にベヨネッタ3の評判とか聞いてると、僕が思うベヨネッタ像っていうのとは違うユーザーのそれぞれの中にベヨネッタ像って出来上がってるんだなっていうのを強く感じて、もう僕はベヨネッタからは離れちゃったんですけど、今後ゲーム作りしていく中でそういうユーザーの中に生まれるであろう期待値、ユーザーが持っているであろうイメージみたいなものにどういう形で応えていくのがベストなんだろうかっていうことは、これまで僕はオリジナルゲームを作っていくことが多かったんで感じてなかった部分なんですけど、続編作っていく時っていうのはそういう独特な難しさがあるのかなっていうことを最近はちょっと考えるようになりましたかね。もう一個いく？好きな特撮ヒーローはめちゃくちゃシンプルな質問ですけど、おそらく僕が子供の頃に初めて見たヒーローってゴレンジャーじゃないかなと思うんですよね。ゴレンジャーはすごく僕記憶に強く残っていて、当時ゴレンジャーコーンだったかな、そういうお菓子があって、僕が保育園の時ですね、何歳 ?3 歳とか4歳とかその頃、ちょうどゴレンジャーが放映されていた時にゴレンジャーコーン買うとカードが1枚ついてきて、そういうのって多分元祖は仮面ライダーなのかな、仮面ライダーのお菓子買うとカードが1枚ついてきて、みんなそれ集めて当たりが出るとアルバムがもらえてみたいなあったんですけど、僕そのちょっと次の世代ですかね、次の世代のゴレンジャーでそのゴレンジャーコーンお母さんと一緒にスーパー行って買ってもらって、でそのカード集めるの好きだったんで、だからゴレンジャーすごい思い出に残ってますし、子供の頃のカセットテープに親父がカセットテープをテレビのスピーカーに近づけてゴレンジャーのオープニングを撮ってくれてるカセットテープが残ってて、多分俺が後でゴレンジャーの音楽を聴けるように録音してくれたと思うんですけど、その録音音声の中に「これ赤レンジャーって言うんだよ」とか俺の余計な声が入ってるんですよ。これがね青レンジャーみたいなこと言って、多分親父黙れと思って録音してたと思うんですけど、そんなのが残ってるくらい当時ゴレンジャーは好きだったんだろうなと思いますね。そこから当然ね仮面ライダーも好きだし、いろんなヒーロー今も好きなんですけど、そうだからね、ゴレンジャーのフィギュアーツで昔赤レンジャーだけ出たんですけど、ゴレンジャー5人全部出してほしいですね。バンダイさんお願いします。別のメーカーからゴレンジャー5体出てるんですけど、僕フィギュアーツで欲しいんで、バンダイさんお願いします。ということで今回はこれで終わりです。グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。